皆さんこんにちは。システム組み立てチャンネルの新森と泉と浅沼です。はい、ということで今日は大滝ボスがなんといないという、あこれ多分ですね。システム組み立てチャンネル史上初。ら、あれ多分大滝さんが映ってない動画ってアニメ動画とかそんなやつぐらいなんですけど、今どんな気持ちですか？脳裏で違和感があるわけですね。どんな違和感が？なんか誰が回していくねみたいな。私が回します。おはお、さすがっす。ということで初めての試みなんですけど、今日はフライトクラスルームということで先生と生徒役をちょっと演じながら映ってるこちらですね、セールスフォースの歴史っていうところをメインのテーマとしてちょっと話していきたいなっていうふうに思っております。で、見ていただきたい人たちとしては、セールスフォース今契約してるけどなんかあんま使えてねえなとか、セールスフォースちょっと興味があるけどなんかどんなツールなんだろう、そもそもなんかどんな感じで派生していったんだっけみたいなことを知りたい人たちっていうところに見ていただきたいなっていうふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。では早速スタート。はい、ということで今日はセールスフォースの歴史っていうところにちょっとテーマを置いてお話をしていきたいなっていうふうに思います。セールスフォース何年使われ、なんかセールスビジネスを始めてからとかユーザーでもいいんですけど、どのくらい使ってますか？私はユーザーが3年、はい。売るようになって、携わるようになってからは4年。ね、7年戦士っていうことですね。沼ちゃんは？私も7年な気がします。7年と2ヶ月3ヶ月ぐらい。あ、本当に、はい、私が2017年からなので、そっか、8年とかもう使ってますね。みんな7年7年、8年ぐらい、ね意外と。なんですけど、セールスフォースってそもそもいつから始まったツールとか知ってます？忘れちゃいました。いや、そんなにないか。20年前ぐらいだったような気がするけどな。あれ ?10 年前かな。っていうね、意外と7年こう携わって、7年8年携わってても知らないっていうところがあるので、今日はちょっとそこを猫にも分かるようにっていうところで解説をしていこうかなっていうふうに思ってます。はい、じゃあ動画を見てくださってるセールスフォースを今から導入しようかなとか、まあ、使ってるけどあんま使えてないよねとかっていう人たち向けにちょっとセールスフォースってそもそもなんだっけっていうところを最初に冒頭簡単に話していこうかなっていうふうに思ってるんですけど、セールスフォースって、まあ、結構今となっても有名ですよね。世界中で使われているクラウド型の営業支援、そして顧客管理システムっていうふうに、まあ、言われてるのかな、呼ばれてるのかな、わかんないですけど、まあ、セールスフォースってそんなもんですと。で、これ特徴123って書いてますけど、なんかもう当たり前ですよね、今の時代。そうですよね。パソコンにインストールしなくて使えますとか、ネット環境があれば使えますとか、まあ、ブラウザベースで動いてスマホアプリでも使えますとか、まあ結構一般的、当たり前だよねみたいなことが書いてあるんですけど、まあ昔はそんなんじゃなかったんでしょうね。全部インストールしてどうのこうのみたいなところが多分あったんでしょうと。これ後ほど出てくるのでちょっと詳細をお話しします。で、じゃあ誰が使うサービスなんですかっていうところでいくと、さっきあった通り、まあ営業支援、顧客管理っていう観点だとやっぱ営業さん、お客さんと直接接点がある人たち、営業さんとかマーケター、マーケティング部門の人たちとか CS、カスタマーサポートの部門の人たちが使ったりとか、でも表にその人たちが出てるものの裏では事務の方とか経理の方とか、なんか物を製造してる方って裏で動いてる方もいると思うので、まあ、そういった人たちがこうタッグを組みながらお客さんと携わる人たちっていうのが同じ情報を全員で見ながら使えるっていうところがすごく強みだよねっていうふうにセールスフォースは思っています。じゃあ次、こういったセールスフォースの強いところを話していこうかなって思うんですけど、まあ、今回の内容では3つセールスフォースの強いところあるかなって私は思ってるんですけど、ここでクイズです。セールスフォースの強いところを挙げてください。どうぞ。セールスフォース、なんでしょう、自社で一から作ってるシステムじゃないので、セールスフォース社のそのアップデートの恩恵を受けられる。あー、なるほど。
何もしなくてもそう常にシステムが最新になっていくよねってことですね。はい。どうでしょうかこれは。あれこれはどうでしょうか。むむ。正解です。おー、やったー。まあ SaaS 型のサービスっていうふうに今回の資料上は書いてますけど、 SaaS ソフトウェアアズアサービスの略で、パソコンにインストールしなくてよいとか、データがクラウド上、雲マークでよく表しますよね。クラウド上にあるとか、マルチデバイスって形でスマホでもタブレットでもパソコンでも使えるとか、あとはみんなが同時に使えるみたいな形でいつでもどこでも使えるっていうところと、 SaaS ってやっぱりインストールしなくて良いので、今浅沼さんが言った通りに常に最新化されていくっていうのは一つ目正解でございます。じゃあまだ、はい、水見さんどうぞ。レポートが自分で作れる。惜しいですね。まあその一つでもあるかもしれないですね。どうぞ。レポートもそうですけど、ダッシュボードが作れるとか、あとカスタマイズできる、なんかこんな項目作りたいな、こういう情報管理したいなみたいなものが簡単にこうユーザー側でも、なんかそういったいろんな機能を使って実装できるっていうところは一個、なんか自由度が高い。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。正解でございます。水見さんも正解ですよね。とにかく機能が多い、充実しているっていうところがあるかなと思います。もうレポートもそうですし、いろんな顧客を管理する機能とか、商談を管理する機能とか、問い合わせを管理する機能とか、たくさん備わってるっていうところで、自分たちで作んなくてももう導入すれば使えてしまうっていうところは2つ目の強みでございました。じゃあ次、最後3つ目があります。どうでしょう。ヒント欲しいですか？欲しいです。今2個目が機能が充実してて、まあね、契約したら使えるよっていうところが2個目の強みだったんで、それに結構かかってるかもしれないですね。契約したらすぐに使える。いいですよね。でもうちょっと特殊な業務してんだけどなとか。契約したらすぐに使えるけど契約しなくてもすぐに使える。そんな素敵なサービス有料でございます。ですよね。他のシステムとつなげることができる。これはどうですかね。突破そうなんですよね。ちょっと資料上違いますけど、オリジナルの機能を使えるっていうところですね。契約したらすぐに使えるけど、じゃあうちちょっとそうじゃないとこもやりたいんだけどとか、いやこのシステムと連携したいんだけどっていう時にはカスタマイズをしてしまえばなんとできちゃうっていう、素敵なサービスです。なので、Salesforce は顧客支援ツールとか営業支援ツール、管理みたいなことで顧客をベースとして管理していく中で、いろんな業種さんとかいろんな業態でいろんな業務があると思うので、それをいろんな人でご一緒に見てカスタマイズしながら標準の機能を使いながら、なんでしょうね、業務に合った形で使っていきましょうっていう、業務管理のツールになるかなと思います。いろんな業種で使われてますよね。そうなんですよね。すごいですよね。なんか後ほどライセンスの話にもなりますけど、ペケペケクラウドめちゃめちゃありますよね。医療業界向けのクラウド。そうだからやっぱカスタマイズできるっていうところは結構強みですし、どの業界もお客さんがいて何かをしてるので、顧客管理っていうのがベースにあるとどの業界でも使えるんでしょうね。はい、そしたらSalesforceとはみたいなところはこの辺にしておきまして、本題の歴史の話に行こうかなと思います。さっきも聞きましたけど、さっき何て言ってましたっけ、Salesforce何年ぐらいの歴史があるみたいな。10年とか20年とか。10年とか20年とか。ってことは、浅沼さんは7年、8年選手だから、半分ぐらいは使ってる。そうですね、20年とすると半分使ってるかな。体感で、なるほどね。はい、そしたら行きましょう。まずSalesforceは1999年アメリカのサンフランシスコで創業されたらしいです。これ何年前だ？ 26年とかそのぐらいか。
まあ近かった。まあ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 近かったですね。で、この時はオラクルって知ってます？知らない。まあ、オラクルっていうすごく大きなソフトウェア会社がこれもアメリカのサンフランシスコにあるんですけど、そこにいたマーク・ベニオフさんっていう人がちょっと疑問を感じましたと。何かっていうと、なんで企業はこんな数百万数千万かかるソフトを買ってインストールして、さらに運用メンテナンスを常にしながら使ってんだと。なんかおかしくねえかと。人は別にソフト買いたいんじゃなくて使いたいんだよと。でもなんか買うことが目的になったりとか、使うのにすっげえお金かけてるよねっていうところをこのマーク・ベニオフさんはずっと疑問に思ってて、じゃあクラウド型ってソフトを買うんじゃなくて契約しても使えるみたいな状態にしていこうねっていう、まあ、今でいう SaaS っていうところを始めたきっかけっていうところが、まあ、1999年らしいです。何してました？ 1999 年3歳なので、バブー。バブーまではいかないですけど、幼稚園も行ってないですからね、物心がついてないです。そうっすよね。そうっすよね。私もです。で、じゃあ1999年に誕生した後に、まあこういった歴史みたいな形で辿ってますけど、すごいですよね。5年後にもうニューヨーク証券取引所に上場してるっていう。5年後なんですね。やばいですよね。やばい速さです。速さが半端じゃない。なので多分新しかったんでしょうね。一番最初は本当に小さなアパートっていうところから始めて、やっぱ営業支援分野の世界トップになるっていうところを目標に掲げて CRM を作っていきましたと。で、こいつわかります？ノーソフトウェア。なんか見たことありますね。そうですよね。時々見ますよね。どこで見るんだろう。これ実はセールスフォースの昔のロゴなんですよ。ロゴっていうかキャラクター。今アストロくんとか、なんだっけコーディ。そうとかがいるけど、昔はこいつだったらしくて、私も2017年に新卒でセールスフォースのベンダー代理店に入った時に、入り口に入ったらこのぬいぐるみが置いてあって、なんだこれはって思ってた記憶があります。懐かしいですよね。で、上場して、ポイントとしては商談管理っていうのが一元的にできたりとか、営業担当の動きがみんなで見える、自分だけじゃなくてみんなにシェアができる、そしてリアルタイムに見ていけるっていうところで、営業イコール促進化っていう時代に終止符を打ったっていうふうに書いてあります。で、ここからCRM みたいな形で今もうすごく有名になってますけど、ここまで来るにあたってセールスフォースの中でいろんな機能とか、いろんなペケペケクラウドとか、ファミリー商品、製品とかいっぱいあると思いますけど、やっぱり買収をして大きくなってきてます。何かセールスフォースのファミリー製品とか、これ昔違う企業だったよねとかっていうものってパッと思いつきます？スラック。スラック。そうですね。スラック結構比較的最近ですよね。セールスフォース買収しましたね。他はアカウントエンゲージメント。アカウントエンゲージメント、旧パードットですね。確かにそうですね。ミュールソフトもかな。ミュールもそうですね。やっぱ私もその感覚です。7年8年だと最近のところしかないんですけど、実は結構前からM&A をしてセールスフォースの世界ってすごく広がってるらしいんですって。2006年から2020年の間って書いてあるので、多分初期の頃なんでしょうね。ツールとしてはメール配信とかキャンペーン管理、今でいうすごくMA ツールに近しいものっていうところを買収して、これがマーケティングクラウドの中核になったらしいです。なのでマーケティングクラウドはもともとこのエグザクトターゲットだったらしいんですね。次、これ知ってますか？でも、私も見たことないです。全然見たことない。私も見たことないですね。これも買収をして M&A してプロダクトとして広げていってます。で、これ何かっていうと EC サイト系ですね。ネット上で商品とかサービスを売るような、多分皆さん使ってますよね、日頃の生活の中で。Amazon とか Shopify とか、ああいった部類の EC 系のものらしいです。で、これ2016年に買収をして、今で言うとコマースクラウドの元となったのがこちらの企業ツールだったらしいです。そろそろ出てくるんじゃないですかね。次、ミュールソフト出てきましたね。2018年、比較的最近ですよね。
で、これ、まあ、時代的にもいろんなツールをこう、つなげて使おうみたいな時代になってきてるので、まあ、iPaaS の仕組みですね。そういったいろんなとこに散らばってる SaaS とかクラウドのサービス、もしかしたらオンプレかもしれないですけど、いろんなサービスっていうのをこうつなげて情報を集めるっていう時に、すごく開発をしないといけないので大変ですけど、このミュールソフトっていうのを使えば、比較的ノーコード、ローコードっていうところで連携ができるっていうところで、ミュールソフトが2018年に仲間入りをしています。次。これさっき出てこなかったですね。次。タブロー。確かに、そうだ。タブロー2019年に買収をしてるみたいです。これ何ですか、タブローって。BI って分析。分析。うん、まあそうだね。でもレポートダッシュボードでできるじゃん。もうなんかもっとたくさんのデータとかもっとたくさんのデータとか、こう横軸縦軸とかをもっとこう、もしかしたら X 軸みたいなね。いや X 軸って横じゃないの？あれ？奥行きじゃない？奥なの？ごめん。Z だ、Z。まあ Z とか。まあ要するに、そんななんか単純な集計ではなくて、もっと細かく見たいみたいなデータアナリティストの人とか、データを分析する人が使うようなツールですよね。せっかくね、いろんな情報が溜まってきて、ミュールソフトでつないで、セールスソースとかいろんなところに入ってきました。でもこれ見れないの悲しいよねっていう時にタブローとかを使ってもっと分析をしていこうっていうところで、BI も仲間入りをして、まあ結構最強になってきましたね。2019年時点。次、最後5番目があるんですけど、これ何だと思いますか？今、顧客管理、商談管理ができるようになって、さらに、MA のツールでマーケティング領域でそれを販売する時の EC の話も出てきて、でいろんなシステムがあるからそれをギュッてするためのミュールソフトが出てきて、データ溜まったよね、分析しよう、タブローが出てきました。最後1個なんかよく使ってるけど出てきてないやつ、さっき上がってましたよ、ツール名。スラック。そうです、スラックですね。スラック2021年にスラックがついに仲間入りをしました。もうこれシンプルですよね。ビジネスチャットツール。本当にいろんなところでやり取りをしてるメール、LINE とかいろんな内容をスラックの中でやっていくっていうところで、チャットツールっていうところも仲間入りをしてきたので、何かセールスソースで起きたことをスラックに通知しようとか、セールスソースの中のデータについてスラックでやり取りをしようみたいな形で、社内コミュニケーションっていうところもできるようになってきましたよっていうところで、まとめとしては、セールスソース始まってから買収されたツールっていうのは、セールスソースの体の一部になって、それぞれ結構分野違いますよね。MA、EC、iPaaS、BI、コラボレーションっていうところでいろんな分野でつなげて全体最適っていうところをするためにいろんなものを M&A してセールスソースファミリーとなって今こういう世界観ができてますよっていうところになります。じゃあセールスソースさん、次は何をやるんでしょうね。どう思います？でもなんかこう新しい分野というかジャンルのものに多分行くんだろうな、どうも広げていくんだろうなっていうぐらいのなんかぼんやりとしたイメージしかないですけど、なんかそんな出てるんですかね、今。いや、どうなんだろうね。もしかしたら裏で動いてるかもしれないですけど、わかんないですね。なんかどういうのがセールスソースのファミリーの中に入ってきたら嬉しいなとかあります？嬉しい。AI はもう自社でやってますもんね。AI、そうですね。エージェントフォースですよね。なんだろう。入ってきたら嬉しいなみたいな。うちがセールスソースでやってないものですよね。言ってしまえば。なんでしょうね。パッと出ないですね。プロジェクト。でもそれはなんかアップエクスチェンジとかでやってくれてるから。会計系じゃないですか。会計系でもそれもね、フリーとかマネーフォワードあるから連携しちゃえばねみたいな。正解はないですけど、マーク・ベニオフさんの頭の中にあって、また最後のスラックが2021年だから、もうそろそろなんか来るかもしれない。もうセールスソースみたいな、もしかしたら楽しみにしておきましょう。で、最後です。三角さんからさっきちょっと AI っていう言葉が出ましたけど、今セールスソース AI っていう
世界観にすごく力を入れてて、エージェントフォースっていうのを2023年はどうなんだろう、まだアインシュタインだったのかな、名前変えましたもんね。アインシュタインからエージェントフォースっていう名前に変えて、今 AI をすごく売ってますけど、まあ、セールスフォースの中で、企業が持ってるデータに対して AI をかませていって、なんかメール自動的に送ってくれたりとか、なんでしょうね、お客さんの反則みたいな意味合いで、販売促進っていうところで、この人にこれ売ったらいいよみたいなのをこう AI、生成型の AI が教えてくれたりとか、あとはまあデータクラウドっていうところにデータを貯めて、もっと AI がこう分析しやすいデータを集めましょうとか、なんでしょうね、マーケティングに使いましょうみたいな形の世界観っていうのができてきてるので、まあ、これから、まあ、ちょっとさっき少しディスカッションしましたけど、最初は営業支援ツールっていう、なんでみんなソフト買ってんだっていうところから始まったものっていうのが、今はすごくこう大きな世界観になってきてるっていうところですごく進化をしてて、まあこれから AI っていうところもすごく入ってくると思うので、楽しみにしておきましょうっていうのが今日の話の内容でございました。締めに入りましょう。お二人どうでしたか、今日の内容は。めっちゃ多彩だなっていうふうに思ったけど、だからこそ多分パッと見でちょっと分かりにくいソフトかなっていうのも同時に思いましたよね。知ればこんなことができるんだっていうのが分かるので、そういったのをちょっと発信していくのが大事だなっていうふうに思いますね。なるほど、ありがとうございます。はい、今アインシュタインの話、 AI か、エージェントフォースの話出てきましたけれども、ただ実はこう新しい機能みたいなところってあんまりこう実運用というか、自社の中でも実はあんまり使ってなかったり、お客さんにも提案できてなかったりする部分あるなと思いましたし、多分今後もどんどん新しい機能増えていくと思うんですけど、そういったものをなんかこうやっぱちゃんとキャッチアップしていかないと、なんか歴史から置いていかれるぞみたいな、わかる。なんかそういう感覚がちょっと、ね、出てきたなっていうのはあります。すごくわかります。エージェントフォースとか、ね、深く全然知ってないから、なんかいろんな企業使い始めたとしても、あれ、どうやって使うんだっけって、なんかやっぱ、SaaS ならではの、この時代に置いていかれる感はちょっと感じないように、研究開発、頑張っていきましょう。はい。はい。じゃあ、ここまで、セールスフォースの歴史っていうところでお話しさせていただきましたけど、まあ、セールスフォースに興味があって今日の動画を見ていただいてるかというふうに思います。で、なんか少しでもですね、セールスフォースって何ぞやとか、セールスフォース導入したいけど、ちょっとよくわかんねえなっていう人たち今日見ていただいて、なんか少しでもセールスフォース導入するための足がかりになっていただければ、すごく良かったかなっていうふうに思っております。はい。チャイムが鳴りましたね。ということで、今日の授業はここまでになります。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。では、本日の動画はここまでです。バイバーイ。バイバーイ。